ざいます。小木曽です。私のチャットがいかん。おはようございます。すみません、連日で申し訳ございません。小木曽です。早速の質問がありますね。上の方が見えん。ハーモニーさんおはようございますと、雪ちらついてると。杉本さんもおはようございます。今朝は画面が動き今始めました。赤坂さんおはようございます。北の恋人さん、おはようございます。油絵の背景を白にしたいのですがムラができます。綺麗なマットの感じにするにはいい方法。綺麗な、もう叩き筆しかあれへんのかな。叩き筆しかあれへんのかな。下の層が完全に乾いて、まあなんかグレーかなんか塗ってか、そんな感じちゃうかなと思いますけどね。としさんおはようございます。れんちゃん、久保さんもおはようございますと。杉本さんまだ始まってないから J 渡りさんおはようございます。スマイルひろみさんもおはようございます。伊藤千恵さんもおはようございます。ゆうさんもこんばんは。コジェ N さんもスマイルひろみさんものりおっちゃんさんもみちみちさんもということで赤田さんもニコさんもくるくるホイルさんもおはようございます。すみません、もうちょっと連日で申し訳ありません。はじめにちょっとですね、こちらですね、西房浩二先生が古風会とか日展とかで、活躍されております、西房浩二先生、がご実家の方のお寺がご長男なんで跡取りということなんですけど、被災されてしまったということで、インスタグラムの方で、ちょっと報告があってクラウドファンディングをされているということで、ぜひぜひもし協力できる方、もうこれで、今日で、私の方からは終わりにしたいと思いますので、よかったらですね、こちらの方の QR コードからスマホをかざすと読み取れて、そのページに飛びますので、よかったらですね、ご興味ある方はぜひぜひ、行かれてみてください。こうやってこう読み取るとこうスマホのこう出てくると、そうするとこの画面だいぶね皆さんのご協力もあったと思いますけども、78% まで、234万までいきました。皆さんねご協力いただければと思います。ということですみません。小松さんもおはようございます。横浜 M さんもおはようございます。ゆずみかんさんも稲葉さんもおはようございます。ということで今日はちょっと初心者向けにそんなに長い動画にならんかなというふうに思いながらも、やっていこうと思います。あけみんさんも松岡さんもおはようございますと。疲れた。ですね、今日はこちらの方のヤギさんを描くんですけども、どこやろうね、ちゃんてとさんのお友達というか、仙人と呼んでおりますけど、その方ご本人の写真も送ってきていただいてライブ配信にするかめちゃくちゃ迷ったんですけど、なんか作画動画で作ろうかなと。あとドイツのゆきゆきさんもありがとうございました。ドイツの方々複数名、うち3名は描けるかなと思って、そのうち2かもしれませんけど、全部かどうか分かりませんけど、描かせていただこうと思います。近々、ライブ配信かどちらか分かりませんが、で昨日ちょっと質問の中で一つあって、書きすぎるということをよく言われるという方がおられたんですけども、書きすぎる場合は私個人的には、例えば画材をもうアクリルとかに変えてみるとかでもええんかなっていうふうに思うんですけど、透明水彩の場合は若干やっぱり書きすぎないというか、紙と絵の具の相性みたいなものとかっていうのを大事にされた方がいいかなと思います。絵描き猫さんもおはようございます。でちょっとそういうことを踏まえた上で、このヤギさんを描いていこうと思います。でこれ何かというと、だいたい僕の頭の中での一層目がこんな感じなんですよ。もう明確に言うとおきます。だいたい一層目がこんな感じでいこうかなっていうふうに思ってて、でポイントとしては例えばちょっと縦横がすみません。ポイントとしては例えば顔のところにぶつかっているこういうところとかの強さみたいなのとか、2番目のこういうところとかみたいな、この辺の強くぶつけるとこと、あとは背景とそんなにもう溶け合うように描いてあげるみたいな、わかりますかね、ここね。なんていうか、あんまり明度差ないようなところってあるんですね。で、例えば稜線みたいなものがあって、明度差が近いもの。で、こういったところはある程度つなげて考えてあげる。背景とつなげて考えてあげて、逆にコントラストを強く持ってくるとことか、で、より強く持ってくるとか。で、こういうのを一番初めの一層目でやっています。
でここをちょっと注目しながら皆さん見ていただいたらということでございます。ちょっと分かりますかね。これちょっとだから皆さんね覚えておいてくださいね。赤田さん3月6日から石垣島だそうです。耳まーるさんおはようございますと。ちゃこさんちょっと下書きだけはしておきました。で今日はちょっとそうやったらもうせっかくねあれやったら何やったっけハルモネアでいこうかなと。筆をちゃんと洗ってなかったか、どの辺かな。ちょっとベージュっぽいこのグレーっぽいのでいってみようか。こちらのヤギさんねぜひぜひヤギ仙人にやってきてください。で例えばここの稜線があっても目なんかも一色体にするんですね。で、耳のところ光当たってんなとっていうとね、これがやっぱり難しいんやろうなと思って、でこうでビヤーっともう背景までこうつなげてあげる。で足のこう光ってるところは塗り残しつつ今度も背景の方からビヤーとちょっとこれ青系とちょっと茶系みたいなのが混ざってるね。なんかねこう要はハルモネアってこう何かと何かが混ざり合って、作られている色なんですけども分離色と呼ばれるものですね。よいしょ。ビューでここ足のなんか面で捉えてあげるとここは光ってる。で折れてる。ちょっとゆっくり描いてますよ初心者に向けてね。折れてる。でそれは背景とまだつながってきて足の首のところっていうのは外側からこう暗い色がボンとぶつかっているとね。でこういったこうリズムみたいなのがつながってる、そうやないつながってるみたいなこうリズムみたいなのが描けるようになってくるとそれが一番難しいんやろうけどね。で例えば影なんかがこう下にこう地面に落ちているなっていうのをこうつなげてやって、今日ワトソンでやってます。すみません。みんぼさんもちゃこさんもおはようございます。3月から行かれると石垣島ね。こういうところもね折れ面のところがあってはっきり見えるところと背景とつながっているところ、僕が書いたところどの辺かな。ちょっとヤギ仙人のところはここはいけるか。でこれも分離色といってこの中だけでもある程度こう分離してくるんですね。この色だけで。で背景とこうつながっているところとでこれがこう一層目なんですね。でよりこう強調して強くなるようなところとかってね、先ほど言った顔のところとかっていうのはダンとこうぶつけてあげて、なんかちょっとね違う色とかを少し入れてみましょうか。ちょっと赤茶すぎたかな。ビョンと。でこちらの方にこのグレーと何グレーか知らんけど綺麗な、よいしょ。ここもビューっと面になっていて、でこう背景と近いような色で、尻尾に関しては外側から形が決まってきて、この辺ですよね。こういうのができるかどうか、何が何だかわからんかもしれませんが私は分かっています。今日はなるべくね丁寧にね、ちょっと強すぎた。で乾かないうちに少しこう色とか差し込んであげたりとかしていって、ですね、よいしょよいしょ、外側からぶつかってたり、水目のところで、このこう抑揚、強い弱い強い弱いみたいな抑揚みたいなのをしっかりこう出してあげれるかなっていうところが、初めの大事なポイントだと思います。今日はワトソンを使って、紙はワトソンでやっております。
質問あったら先ほどみたいな感じで、星印を頭につけてください。コロコロさんもトシさんも東京晴れ、そうチャコさんもミーボさんも久うさぎさんもおはようございます。ちょっとチビがね今日はなんかまた風邪ひきおりまして深夜にバタバタしてましたが大丈夫そうな雰囲気ではあるんですがわからないですね。若干お兄ちゃんの方の回復力は早くなってきたような気がするんですけど、よいしょ、こちらからこのヤギさんのですね、で内側から見えるところとか内側の耳のとことか、これ何グレーっていうのかな、ちょっとよくわからんけど、よいしょ、で内側のこちらの方がちょっとこう顔の中は暗くなってる。てててててと。で、背景の方はちょっとラフに描いていきますけども、もし質問あったらしてください。もうこの段階でちょっと色出てへんかな、ちょっとピントも合ってへん気がするな。そんなことじゃないか。老眼すぎて見えないんですよね。こう前行くと影が映ってより見えない。まあいいわ。ね。じゃあ。これなんか見るとね、何書いてあるかようわからんと思うんですけどね。私には分かってるんですけどね。よいしょ。合ってるのかな。よいしょ。こちらもピントが合ってるのかな。前の方に合ってる気がするな。ちょっとこれやと分離色っていうのが分かりやすいんじゃないですか。よいしょ。で乾かないうちにですね、ちょっと違う色とかも差し込んでみてもいいかなというふうに思いますし、少し強くなっているところとかっていうのを少し強く入れてみてもいいかなと思います。よいしょ。これってグリザイ油いやグリザイ油ではないです。グリザイ油って白黒で描くことなんですけど、白黒ではないので、これグレーとかのね略ですよ、耳丸さん。ただ単色で書いてますけど、その単色というのが、このハルモニアっていうハルモニア色モネアちゃんとね、ハーモニアっていうのは一つの絵の具が違う顔料と違う顔料でできてるんですね。でその顔料の重さみたいなものとか顔料の多分粒の細かさとかが大きく違ったりするので、乾いてきたら少し分かれるんですね。これだったら例えば青と、茶色かなんかみたいなのがで作られてるんやと思うんですけど、少し分かれてくると。で透明水彩はあんまりグリザイ油っていう考え方は持たん方がええかなと。グリザイ油って基本的にはある程度の明暗を合わせておいて、その明暗を作っておいて、その上に着色をしていく。だから透明水彩の場合ってどう言うたらいいかな伝統的に昔からの方法やったらば白黒っていう白とか鉛白と呼ばれるものとか、黒やったら当時は何やろね、アイボリーとかかな、アイボリーとかあったと思うんやけど、アイボリーブラックとか安価やったんですね。で、印象派より前ね。で安い色である程度明暗をつけておいて、でもう例えば青とかラピスラズリなんていうのとかすごい高かったりするわけですよ。今でも高いでしょ。である程度色をつけておいた後に色ちゃうわ、明度を合わせておいて、要はトーンをつけておいて、黒白の階調をつけておいて、その後にバルールといって色の色化っていうんですけど、バルールを合わせていくという、ちょっとまた難しいこと言うとねバルールというのを合わせていくというのが、グリザイ油ので透明水彩の場合っていうのは、白黒でやりだしてしまったら、
色がどんどん汚くなっていくんで、あんまり僕はおすすめしないかなと。アクリルとかやったらいいかなと思います。重ねていくからね。ごめん、難しかった？大丈夫？難しかったですか？大丈夫ですか？ちょっと緑とか入れましょうか。この緑もね、この単色で、もうほんと今日はゆっくり、めちゃくちゃ僕のたまにね、筆のこうスピードを真似する人いるんですけど、絶対やめた方がいいですよ。めっちゃ速いですから。よいしょ、めっちゃ速いのでね。よいしょ。旅も、北海道の旅もだいぶ増えてきまして、ありがとうございます。白馬も打ち切りにさせてもらえたら、もうあれ以上いるとしんどいのでしんどいのでね、お姉さん方が多いのでね、みちみさん頑張ろうね。お姉様方のね、みちみさんいけそうやな。僕はちょっとこう、人間としてダメなんで、ぼーっとしてしまうかも。お姉さん方のパワーに押されまくってぼーっとしてしまうと思うんですけど、みちみちさんはその辺ちょっとね、ギャルみたいな感じするからね、大丈夫やと思うんですけど、頑張りましょうね。煩悩羊さんも頑張りましょうね。よいしょ。煩悩羊さんちゃう、ごめんなさい。もう一方男性いて、ごめんなさいね、煩悩羊さん。コージ N さん、ヤギ浮かび上がってきました。チャンテトさん、これあれですよ、あそこの1000人のお写真ありがとうございました。めっちゃいい写真でしたね。もう100点満点。100点じゃないな。やっぱね、面白いもんで、こう、目線の高さに水平線が結構来てたんですよ。で、あれがやっぱりこう、申し訳ないけど、アマチュアな写真の撮り方なんですよ。で、まあ、普通にこう、写真撮るときって、ね、大体こう、まあ、目線の高さでこう撮ったりするでしょ。そうすると、向こうと同じぐらいの身長やったら写真撮るときに大体同じところに来るんですよ。で、多くの写真が目線の高さのところビャーッと水平線来てるんですよ。で、この水平線っていうのは結構こう画面の中で大きな動きをするんです。で、ちょっとだけずらしてあげたりすると、少ししゃがんで撮るとか、少しこう背伸びしてとか撮ると、おでこのあたりとかほっぺたのあたりとかに水平線来るんですよ。そこだけが、あとはもうモチーフとか背景とか100点やったです。ここで公開説教されました。ごめんなさいね。そういうのは僕は絵の中で変えるから大丈夫なんですけど、皆さんそういうのを写真撮るときに注意された方がいいかなと思ったので、少しここで写真撮るときに、人物とか撮るときはですね、注意された方がいいポイントなので、目線の高さってこうね、水平線ってすごくムーブマンが大きいので、ハーモニーさん、一筆書きのように線や面を描いていき、ぶつかるところ意識が難しいですが、頑張って描くようにします。コージエンさん、先日芸大受験した子が一時通過したそうで、おお、よかったよ。今年の一次試験は教室に振り分けられ、席も決まっていて、石膏デッサンだったそうです。そうなんや。石膏デッサンだったそうです。私の時石膏デッサンやったんですよ。二次試験やけど、一次試験で石膏デッサンやったってことかな。そうやったら50年ぶりかもしれないですね。私二次試験で石膏デッサンだったんですよ。パジャントだったんですけど、一次試験では確かにそうかもしれないね。50年ぶりとか、席がもう決まってた。じゃあもうあれやね、受験番号の段階でも運がもう必要やというね、受験の段階でも受験番号を送る、どっかのあれでありましたね。なんかね、なんか中学校のあれが、中学生の願書を送りミスしたとか、福岡かどっかでもう、いやー、生徒もかわいそうやし、いやー、やってしまった先生もなんかもうほんと気の毒やなと。わざとや絶対ないと思うんでね、なんかその辺ちょっとね、ここが再受験ぐらいさせてあげれるようなね、緩やかな国になればいいのになと思いながら見てましたが、なるほど。終わりの三流ナムさん、そうそう、三流ナムさん、ごめんなさい。瀬戸山敏子さん、瀬戸内寂聴さんかと思った。おしゃべりと描きが楽しく学べますと、ありがとうございます。ヤギ浮かび上がっていますね。ここすごい大事なんですよ。これもうめっちゃここ大事なんですよ。ここね、もうでヤギがね、こうだからこう見えるか見えへんかぐらいのこのバランス、そこがすごく大事なんで、もうね、ヤギ一匹ヤギ一匹ヤギ一匹じゃないんですよ。
でこれが大事なんですよ。これができるかどうかなんですよ。皆さんね、勉強になりましたね。ということで、まさかこんな日曜日にやってもうすでに100人ぐらい来ているとね。でもね、ちょっとね、朝こう6時ぐらいにこうセッティングしたんですけどね、何時からこうやろうとこうセッティングしたんですけどね、やっぱこうドキドキしますよね。お兄ちゃんたちが今日は絶好調なのか大丈夫なのか、機嫌はいいのか悪いのか。よいしょ。難しいですよね、その辺がね。こう一層目のね、これで浮かび上がってくると。でこういうこう分離色、ちょっとパソコンのあれでは出てないかもしれんけどね。杉本さんやっと入れました。日本画は昨年と同じモチーフだったらしいですよなんで皆さんが知ってんのそんな俺も知らんのに1ミリも興味ないから、全く興味ないから。そうか、もう試験が終わったの？一時終わったの？どうでもええわね。頑張れ。受験生にとってはもちろんね、あれやけど、私の視聴者にとってはみんな受けたってことゲラ行きたい言うて受けたんですか？でもいますよ、中高年の方っていうか、僕の時も確か45ぐらいの方は言いましたよ。N さんって方。N さん。僕一緒の予備校で、僕は一浪の時同じクラスやったんですけど、二浪目でこう、ね、小池百合子さんがいるところの予備校に移られて、小池百合子さんがね、いはるところのにある、今もあると思うんやけど、予備校に移られて、そこから受かりはりましたもんね。同じ学年やって、あれとかって言って、あの方確かそのぐらいやったり、30ぐらいのでなんか大学も国公立を出て、で再受験っていう人も一人いたな。で受かったっていう人もいたり、主婦の方もいたな同学年で。あの人確か主婦やったな。ゲーム関係とかの方になんか就職したような気がするな。私の時はもう本当にこうなんかね、いろんな人いましたもんね。いわゆるなんだ何やったっけ、ダイバーシティ多様性がまさにあるダイバーシティだったですね。面白いですけどね、いろんな人いるのね。なんとなくパッと聞くんですけどね。どこですか予備校とか、そこですかとかって、あの先生怖いっしょって言ってとかね。よいしょ。なんか私が受験したぐらいの時は本当にこう、そこの小池百合子さんがいる、ところの予備校がすごく絶好調で、めちゃくちゃ受かってましたもんね。私の次の代かなんか確か半数ぐらい、そこの予備校から入ってましたもんね。もう20何年前の話だからね、1997年とかの話だからあれやから、もうね、ここでは言うていいかどうか今ちょっと頭の中で判断してますが、大体こういう時言うんですけど、すごかったですもん。もう一つの要は今の試験の内容じゃないですけど、こう予備校の教室がわーっとこう、例えば5クラスでも10クラスあって、で隣のクラスに行ったらあかんの理由は簡単で、やっぱ絵がかぶったらあかんから。で芸大の油絵科は60人十色みたいな感じで、もう60人が全員違う絵が入るという感じ。僕の例えば勝手に公募点やないけど、なるべくねこう同じタイプで被ったら入選と入賞で分けるとかね、ああいう感じもそうなんですけど、全く同じタイプがいないとするためには隣のクラスも行ったらあかんと。ってほんまにって。でも試験のいよいよ近くなったら、部屋の中でこうもう壁作って、何で作ったか知らんすよ。こう壁作って一人一人も隣が見れへんようにするとかって笑ったらあかんけど、でなんかね、大学入ってから同じ予備校やったなとかって後で気づくそうなんですって。って言って、僕が行ってた池袋のところはもうアットホームで、上手な子たちはみんな知ってましたね。あいつ上手やでって、何々クラスのあいつ上手やでとか、コンクールとかであいつ上手やでとかありましたけどね。僕はそっちの方がいいなと思って、もちろんその確率とか
受験のプロとかって考え方をすると、おそらくそっちの方が全員違う絵になるからいいのはわかるんですけど、なんかこう味気ないですよね。味気ない。まあ受験ってそんなもんか。すいません、だらだらと。寝落ちしてください。ゆきゆきさん、MM さんおはようございます。1時終わったから、ツイッターのおすすめ欄に受験生のコメントが溢れてました。頑張れよ。大学入ってからやからな。まあ、絶対そうやからな。大学なんてどうだっていいからな、ほんと。もう大学はもう自分らの好きなことをね、なんかね、いっぱいして。私が大学生の時は、なんかアルバイトの、なんか、僕はやってないんですけど、あそこの、夢の国がありますよね。舞浜っていうとこやったっけな。東京の、なんちゅうとこやったっけ、京葉線とかっていう、舞浜って言ったら分かるか。夢の国かなんかで、夢の国を作るアルバイトを結構されていたというのが私の、たちのトレンドでした。言うてる意味分かります？海の方ですね。海の方、美大生が結構作ってるんですよ。みちみちさんとか学生時代ぐらいはどうやったんかな。もう出来上がったぐらいだったかな。僕も大学の何年生かなんかの時にあそこできましたもんね、海の方ね。あそこお酒も飲めてタバコも吸えたから最高や言って。僕ランドはほぼ行ってないですけど C は何度かね。ランドは1回か2回修学旅行で行ったぐらいですけど C は結構行きましたよ、東京在住の時で。あそこのこのとこのここの壁は日本画の誰々が描いたとかね。壁の窓のこれはとかさ、そんな当時言うてましたよ。夢の国やのにね、夢の国の内情をこう20何年後に話すというね、誰も見てへんからええかと思ってね。出てきたでしょ。画風ってそんなに影響されるものなんですね。そうですね。やっぱりね、僕何度か話してますけど、僕の後ろにいつも誰かいたっていう話したことあると思うんですけど、僕もそれ知らなくて、女の子から聞いたんですよ。木作いつも後ろにいるよって言って、どういうことって言って、いつももう全く書き出しからずっと真似して書いてるよって、とかって言ってですね。結局その子は、あちらの方の大学に行きましたけどね、国公立のとある大学に行きましたけどね、今ちょっといろいろ大変な、ことになっているあたりに無事合格されていきましたけどね、いつも後ろにいると。影響されますよ、やっぱり多分ね。予備校の先生とかもべったりいるわけでもないからですね、なんかこう週に3日とか4日とかまあ予備校生はなんか結構毎日のように書いてたりするんやけど、先生がずっといるわけじゃないから、やっぱ影響を先生とかいない時はされたりするんじゃないですか。ちょっとドライヤー乾かします。よいしょ。乾燥ちょっと
すみません。乾燥させました。で、2層目、以降、もう少し例えば、大きな丼について、次はちょっと小さな丼みたいな、何言ってるかわかる光がこの角度から当たってるんでしょうね。こっちに影落ちてますからね。で、よりこう光っているところみたいな、こうもうちょっとこっちかな。こっちの方から当たってる感じかな。ちょっと逆光気味かもしれないね。こっちの方かもしれないね。っていう、こう、第2段階の陰影をつけていくという感じです。少し違う色を使いたいね。小木戸先生は水彩画で塩とか使う。なんか使ったりもしますよ。でもそんなに別にあんま使わんかな。はい。乾くの時間かかったりするからですね。もうせっかちなんで、こう、その塩自体が吸っていってなんか星印みたいなこうシュワシュワシュワってなるんですけど、結局そこの塩のとこに水が吸っていくんですね。なめくじみたいな、なめくじちゃうなでずーっと吸い続けるからゆっくり乾いていくことになるでしょ。だから僕はせっかちなんであんまり使わないですね。1回か2回なんか動画でもお見せしたような記憶はあるんですけど、もう基本せっかちなんであんまり興味がないというか、はい、こういう効果やなと、だいたいこう物事考えてみたらだいたいそうなるやなって、そうねっていう感じかな。少しこう2段階目の仕事という感じです。遠慮なく質問してください。サクッと答えるもんはサクッと答え、いい質問の場合は必死で考えます。よいしょ。今の前の段階で消しゴムで鉛筆の線消しとけばよかったですね。よいしょ。そういうこともよくあります。ちょっと桜花系のね、すごく美しいヤギさんなんで、美しく描いておき。ご主人はすごく美しい方ですよ。僕が思ってるよりひげここまであったと思ったんですけど、そこまでなかったです人間のイメージというのは怖いもんでね、そんなイメージで間近で見た時にそう見えたんですけど、そこまではなかった。残念ながら人間のイメージというのは怖いものですよね。そう見えてしまったんで、ただ島の人って感じがしてよかったですね。よいしょ。風民さん、公民館のなんちゃら行ってきました。清掃、そういうありますよね。公民館とかって今、私自身もね、昔はなんかいろいろこうね、昭和の時はなんか町のカルタ大会とか、町というかこうね、地域のカルタ大会とかなんかそういうのあったようなイメージあるんですけど、今はね、いかんですね。なんか自治会のあれとかね、集まりとかね、そういうのかな。なんか不適切にも程があるというドラマが昨日おとついぐらいにうわーっと見たんですけど、6話ぐらいまでなんかガリガリ昭和で昭和からタイムスリップ、タイムトラベルしてきた安倍貞夫さんとね、令和でのやりとりみたいなのがドラマなんですけど、おもろいおもろい。あんな先生おったなと思いながら見てます。あんな先生、私もそのうちの一人なんでね、社会不適合者なんですけど、おもろいわあれな。見てはる人いますかね。若い人にはもうあんな思んないんでしょうね。でも工藤官九郎さんって面白いですね。ちょいちょい挟むなんかネタが、この当時は坂東英二もモテたんやとかねめちゃくちゃ面白いんですよね。この輪郭を行き来している状態というのをあんまり崩さないような感じで描いていくとめっちゃ面白いですね。コージーヌさんと僕は似てますもんね。なんかちょっとね飲み屋のお姉さんに絡んだらあかんすよ、飲み屋のお姉さんに慣れ慣れしく喋ってしまうというところがね、僕はもう
ぐっと我慢したけど、コージーヌさんはぐいぐいとね、まだ注文来てないよみたいな感じでね、ぐいぐい行きましたもんね。今はもうね、アルバイトも少ないから、そんなんね、いやいや言わんもんね。やっぱ昭和のね、飲み屋で育った私たち世代はね、ぐいぐい言ってしまいますよね。ガサツ、デリカシーがないと僕たちはよく言われました。コジネさんどっちかというとこう品のある方なんで大丈夫ですけどね。私みたいにね、皆さん品のない人間にはならないように気をつけてください。よいしょ。めっちゃ楽しそうやな。元気やな。元気やな。よかった。ヒヤヒヤした昨日は夜。回復力がお兄ちゃん早くなってきましたね。弟はまあずっと鼻水垂れてますけど、それがちょっとね、成長なんかなと思います。ね、もうなんか質問したして私の高校の友人は72歳の京都芸大に、うわすごいですね。もう学びたいというこの気持ちが素晴らしいですね。まあ京都芸大は今学長先生誰なんですかね。千住博先生ですかね。あれ東北芸校と確か姉妹校やなかったっすっけ。なんかそんなんなってませんでしたっけ。京都ってね大学多いですよね。京都もまた行きたいな思うんですけどね。もう観光客多いんでしょ京都も奈良もまた行きたいんやけど、観光客多いとね、なんかちょっともう田舎の本当にね、本当こう人の少ないところで生活をしていると若干ね引いてしまいますよね。じじいですからね。コージーヌさんも見てるか。特にちょっとねコージーヌさん上やから昭和何年かなあれは、1986年の設定と2024年の設定。阪神タイガースが優勝した次の年やから、僕は小学校4年生、5年生の時の設定か。いや、こんな感じやったな。ようできてるわ思いながら、ちょっと下のこう木とかもまああんまりそんなにね書かんで、かっこよくこうピピッと見せれたらいいかなと思ったりですね、してます。まあ、ハルモネアの最大限に生かして、分離色というのを生かしながら描いてますと。走ってますね弟が。弟がすごいんですよ。もうめっちゃ元気で、昨日も椅子からガーン落ちてねもうガーンと落ちて、もうグギャー言うてもそのままこう風呂まで連れて行きましたけどね。水浸しになって水で遊んでたんですけどね。春花水木さんこれかな。三原純子が国会議員になるとは恥ずかしながら面白かったですね。昨日初めてホルベインさんの水彩画専用の紙を買ってみました。これって25枚塊みたいにくっついていますが、1枚ずつ剥がして描きを終えたら剥がす。いいですね、中学生以来ですということですけど、これ多分そういう感じだと思うんですけど、1枚描いたら剥がすで、ちょっとホルベインさんのどうなってるかわからんけど、ものによりけりかもしれませんけど、こういうところにね、こういうところワトソンの F45 です。こういうところちょっとごめんなさいピント合ってないですけど、この辺だけこうこれやったら開くようなこう空間があるんですよ。で、皆さんどうやって開けてますか？僕は指でギャッとやってるんですけど、皆さんどうやってこれ一枚一枚剥がしてますか？はい、コメントください。私は絶対間違えた方法をやっているので、よかったらコメントいただければと思います。皆さんが正しいやり方を教えてあげてください。私はもういつもギャッとやってガッとしてますので、ぜひぜひ正しいやり方等々、皆さんからコメントをください。一枚一枚ああいうの剥がしていきますね。そうで書いたらね、要はこの状態っていうのやったら
書いてる途中波打ったりしますけど、ある程度伸びたらまた平らに近くなります。今日ワトソン使ってますけど、かなり平らな状態。僕ワトソンは本当初心者の人には神かなと思ってますよ。そのミューズさんが出してるですね、そんなに高くもないし、オルベインさんのやったらなんていう紙かな。オルベインさんが間入ってるのウォーターフォードとかかな。絶対水彩画は水彩紙使うとあかんですよ。でも本当僕はもう 300g というより一般的なやつ 600g とかもあるそうなんですけど、みちみちさんからコメントもらったんですけど、やっぱ 300g ぐらい 600g とかなんか1枚ごとでしか売ってないっぽいです、日本だとね。でも 300g の方がいいかなと。水がねある程度多く使えたり、今日はもう水多めのあまり書くとこと書かんとこみたいな、要は書き込みすぎるっていうのは輪郭をずっとくくりすぎてしまうっていうところも多分あると思うんで、ちょっとそのくくりすぎてしまうことによって形が閉じてしまって、小さく見えてしまうんですね。お夫婦は剥がす用のプラスチックがついてましたと。外ではみちみさん指でやってます。カッター使ってます。ありがとうございます。皆さん、教室の先生は使わなくなったポイントカードで剥がしてるともう面白いね。ポイントカードとかね、それもいけるかもしれないですね。もう皆さんありがとうございます。だそうですよ。よかったですね。皆さんがそうやって言うてくれた方が、僕は絶対正しいやり方をしていないこと多々あるので、ありがとうございました。という感じで、書いていきます。もうちょっと今日は書きましょうね。書きすぎてしまうという人がいたりするんやったら、その輪郭をくくるということも書きすぎてしまう一つの要因かもしれませんので、ちょっとそういうのも注意されてみると、いいかなと。あとは紙、今2層目を塗っていってる感じですけど、もうあんまり書かないようなところとかも作ってあげたりして、抑揚をつけてあげたりとかですね、してあげてもいいかなと思います。でちょっとこのぐらいの段階になった時に、こことかがどうかなとかですね、その見えてきてるかなとかっていう、確認みたいなのが必要かなと思います。肩の背ですか。こういうののこれを皆さんこういうののこっち側の方からギュッてやるってことね、多分ね。なんでこんなとこにあんねんって感じでしょ。子供も分かっててね、触ったらあかんとこは触らないですよ。賢いもんで、こういうとこ絶対触らないですよ。こういうとことか。皆さんのねご意見を参考にしながら皆さんやられてみてはどうでしょうか。私はもうブロック式もう一択というかもうねボコボコしないっていうかね、いうところもありますので、いやでも本当に YouTube 面白いですよね。面白いですね。ありがとうございますとやってみます。アバラの水彩紙20% オフになってたんでということでね、書いてから剥がすのが普通やと思います。私は説明書を読んだり水彩の本とか書いてたけど、そこまで真面目に自分自身が読んでなかったので作画の協力とかをしてね、本を細かく端まで読んだとかそういうことはもちろんしないので、私の場合ね、いいですよ。もうそういう初心者ですとか言うてくれたらね、よりその人向けに皆さんからの先輩たちのね意見とかあれを聞けるので、初めてコメントしますとかね、ぜひぜひもうこういう時こそ聞いてくれたらおっちゃん助かる。だいぶ減りましたけどね、質問ね。受験の時期ですか。こう書いてしもた受験の時期か。人生決まらんからね、本当に。僕何度か話してますけど、本当に東京芸大入った時に、東京芸大ちゃうわ、上野動物園、珍獣学館に入った時に、鼻高なりましたよ。本当に人間って鼻が本当に高くなるんやっていうぐらいで、傲慢チキで、もともと傲慢チキでね、態度の悪い人なんですけども、よりそれがいわゆるおとついぐらいの夜聞かれたもんな。
お父ちゃんちびに天狗っているのって聞かれた。いるよいるよって、君の目の前にいるじゃないかって言うてあげたんですけど、本当になるんですね。で調子乗りまくってたんですよ。大学のそれ3年生の時かな。でなんかこう芳名帳とかにこう芸大何年とか書いたりするんですよ、こう学祭とかで。ああいうの気持ち悪いなとか、すみません言ってしまったけど思ってたりするんですけど、もう不適切にも程があるを見すぎてちょっとね口も悪くなってますが、私は書いてなかったですけど、こうね、なんか何々学部何年ですとか、こう学祭とかの時書くんですよね。でなんかこう画廊回りをしてた時に、ある画廊の人にこういつもこう最後、ギャラリーニケっていうところがあったんです昔。新橋の方に向かっていく、もう本当最後の最後、僕はあそこから三越からずっと歩いて高島屋歩いて、今はねそんなこう画廊が違うところとかにもね分散しましたけど、昔はもう画廊といえば多くは銀座にありました。今やったら青山とかね、なんか違うところとかにも、移動していきましたけど、でそれをずーっと回ってって、で一番最後の最後にそこのギャラリーニケっていうところに行って、でそこで発泡酒をもらうと、でたまにワインをもらうと珍しくその展覧会あるたびにあれをしてたんですね。このオープニングパーティーをしてる画廊で、今やってるとこあんのかな、どうなのかな。名古屋でやりましたもんね。楽しかったですね。なんかもう疲れ切ってましたけどね、ごめんなさい、僕ねライブ配信もやってたから、あの日ね。でその後も夜飲み会行ったですもんね。コージェーヌさんありがとう、幹事長代理ありがとうございました。今誰がやってるんですか、自民党が。でもなんかこう最後の最後に行ったその画廊で、そのオーナーに言われたんですよ。芸大生はもうねとか、挨拶もできないのよ本当にまあとかって言われて、そこでなんかピシャッと僕もなんか調子乗ってる自分に気づいてそのプライドと呼ばれるものを利根川に捨ててきたっていうお話何度かしてますけど、投げつけてやりましたよもうというお話をねたまにしてます。ヤギさん、ふっくらとしたヤギさんね、本当にこれも可愛がってる、その仙人が可愛がってるヤギさんですよ。そこのではヤギそばっていうのを食べれますからね。これはもう本当になんかわかんないですけどね、こうなんかね、確か竜宮城にも行ったことあると言ってはったかな、その人がね。亀も大好きで竜宮城にも行ったこと、ウミガメとかも行ったことあるとおっしゃってましたよ。どこかはっきりとしては言うてないですが後ろの方ちょっとねぐちゃぐちゃとしている感じも出しておきました。殺風景のヤギの飼育場が殺風景ですかもうちゃんてとさんと私しかわからないっていうね。こうやってね全国のねもうファンの人のところに会いに行くという、北海道もね行きますからね、ぜひぜひこう北海道メンバーの方だけにすみません、情報はですね、もうねなんか申し訳ございません。もしかしてこう近くなってきたら教えるかもしれません。基本はやっぱねもうなんかそんないっぱい来るとは思わないですけどね、いっぱい来られても大変やったりねするかもしれないんで、名古屋城ではねなんか結構ね配信終わった後わーっと来ましたもんね。よいしょ。殺風景なめちゃくちゃ場所ありましたよモチーフのある場所、もうほんとこう日常で皆さんも暮らしてたら気づかないでしょうね。おじさんなんかアンテナ張りまくっていってるからめちゃくちゃありましたよ。もうここも絵になる、ここも絵になるという感じでございます。髪の白さを少しこうなんか、完全には埋め切らずとも少しこう埋めていったみたいな今2層目のお仕事です。それでこう完全にこう白いなっていうところは塗り残しつつですね。で最後少し書き込みを50分か、誰でも難しいところに入れば天狗になりますよ。いやいや僕はひどかったと思いますよもう人としてもう最低なね、もう本当にもうああいうこうもう大体なってましたね、同級生とか。
ただなんかね、僕の中でね、大丈夫かな、いけるかな、いけるか。芸大ってこうすごくこう年齢層広くていけるかな。なんかこう僕は一応二浪という計算で入ったんですけど、やっぱ先に入った人間がいるわけですよね。一浪とか現役とかで。で、なんかね、そういう人がこう新入生歓迎、今コンパなんかやったらいかんのかな。当時はあったんですよ。油絵科のこうなんか教室のとこであるんですね。で、こう先に入った人が「おぎそうはよかったじゃん受かったの?」とかいう感じでね「お前山形出身やろ」とかね「お前京都出身やろ」っていうね誰か分かってるなんかね東京弁になってこう言うてきた時はなんかプチッときましたけどね、うるさいわと思ってですね、はいよかったじゃんって言われた時ですね、はいね、楽しかったですか。月さんおはようございます。昨日先生から紹介されたラフィーニ、これ、届いて使ってみました。絵の具をたっぷり含むため、途切れず描く。ずっと僕も今それを使ってますよ。今日1本やねこれね。ありがとうございました。いや月さんにそんな言われてね、今から5、6年前ぐらいにこう、名村の営業の人が来てこれいいですよって言うて、僕はその時にこの OW と Qこれを当時買ったその営業の人のヒットですよね。画材屋さんにたまたまその渡辺画材さんってとこに行ったらその営業の人が来てた。確かじゃあいいっすよいいっすよつってで学生紹介いいっすよいいっすよとかって言って確かそんなやったと思います。ちょっと乾かします。あとちょっとで最後書き込みをしていこうかなと思います。乾燥中。よいしょ、すみません。マイクをちょっと触ったから音が大きくなったり小さくなったりしてるかもしれませんけど、ちなみにこの何やったっけ、こちらのやつはハルモニアプラス僕はこれオペラっていうのと右下の方ですね、こう白、この2色だけはこう別で、置いてます。あとはその24色セットのやつ高かったけどねで最後ちょっと書き込みをして終わろうかなと思います。もし質問あったらしてください。また筆なめた筆なめた。ちょっと拡大して見せましょうかね。うわうるさいのがいるわ。大喧嘩が始まりました。皆さんとこのお子さんはどうですか？大喧嘩をしてますか？よいしょ。ちょっとピントが合ってるか。これ最後はやっぱりこちらでやらん方、まあいいか。最後までいこうか。漆黒の黒。ね、まあそんなに書き込む絵ではないというかね。目の真ん中にちゃんと糸さんこのね、よいしょ、近くにいっぱいいていいっすよね。僕牛さんがちょっとドライヤーでもう一回消
消しゴムで消したい。ごめんなさいね。もう一回消します。あれします。すみません。乾燥中。ちょっと消しゴムとかで、余分な線とかを、お兄ちゃんが昨日触ってたやつよね、これね。余分な線とかを少し消して、なんか 2B ぐらいで今日下書きしたかな。ちょっと余分な線を消しました。で、ちょっと最後書き込みを少しだけして、あんま黒黒っていう感じでね、しすぎてもあれなんで、詰まったらしてください。雪降ってますか皆さんのとこね。ゆきゆきさんはドイツですけど、雪降ってますか？ありがとうございました。もうお写真ね。ちょっとこう公開する予定の動画がたまりにたまってるので、ちょっと遅くなると思いますけど、ライブ配信でもいいかもしれんなと思いながら。少しですね。全部輪郭をくくるように描くんじゃなくて、見えてないね。ごめんなさいね。ちょっとアップにしてお見せします。多かったね。嬉しいね、今日ね。サインの描き方で気をつけた方がいいことありますか？絵を殺さないこと。鬼好評でもよう言ってます。僕が初め鬼好評始めた時も一番多かったのはそれでしたね。もうめっちゃサインが目立つっていうね。なんでそんなに主張したがるのって、私書いたのよとかっていう感じのサインがめっちゃ多かったんで、いやわかんないですよ。サインなんかね、そーっとでいいんちゃうのと僕は思っているので、そんな自己主張されてもみたいな、絵よりも強いのは結構ありました。見て私よとかね、何々とか、何々こうとか、何々とかって結構あって、僕は個人的にはそんなさいらんのちゃうかなと、品よく、絵が、ですね、絵がある程度、そんなに見せんでええんちゃうかなっていうのは私の考えです。知らんですよ。いや、サインはデカデカとダイナミックに書けという人もいるかもしれないけど、なんか巨匠のサインとか、意外とフェルメールとかもかっこいいじゃないですか。なんかね、絵の中でそんなに主張してるわけではないというかね。でもなんかひょろひょろっとしたようなサインで、ぐりぐりっと書いてある。このね、目がね、ぴょっと。アクリルで、あれを描こうかなとも思ったんですけどね、今日は。鶏描こうか。それか、ね、ドイツの方々描こうか。めっちゃ迷いました。でもなんか昨日質問受けたことにちゃんと答えれなかったやつがあって、描きすぎて言われると。で、それの原因の一つとしては、今日ちょっとやりましたように、輪郭みたいなのが、あれになってるということはあるんじゃないかなと思います。輪郭のところが、強く描かれすぎで、あとは書き込むところもね、そんなに最後1時間もようしゃべな書きやるなこの人ね。ちょっと白とかを入れたような感じのものとかで、本当はね毛並みとかシャーとか描いていきたいんですけど、多分毛先を少しねちょっと広げたような、映ってないかもしれないけど。お兄ちゃん呼びますか？弟も呼びますか？
わかります？ちょっと映ってへんかな山形雪降ってます。あやさん、うえですね。もう3月ですよ。こちらも寒いですよ今日。ちょっと昨日よりマシという予報が出てたから、どっか連れて、昨日も連れてったんですけどね。見えましたちょっと見えますかね。毛先をちょっとこう広げたようなやつで。全部書かずとも、主役の部分、大事な部分、少し毛先が広がったようなんで、質問あったらしてください。もうすぐ終わりたいと思います。1時間か。だからその部分っていうのをある程度しといて、あとはにじみとかそういったものを、あれしておいたら、ある程度書き込んでもね、はい、赤坂さんから好評コメントで、これは絵画じゃなくてイラストになってますねというのを見かけます。好評のコメントで、好評のコメント、僕がイラストっぽいって、いや、イラストっぽい、多分ね、なんかなんていうの、キャラクター的な感じとか、平面的で、だから日本画ではないやけど、なんていうの、例えば目鼻口がすごい立ってたりとかして、キャラクターに近いような。で、よりけりやと思うんですよ。公募展とかによりけりやけど、絵画系の公募展やったらちょっとイラストとかってちょっと難しいんちゃうかなっていうふうに思うんですね。絵画系の。イラストの公募も別にあるじゃないですか。そういうのやったら特に問題ないかなと思うんですけど、で、なんだっけ、動画展みたいな。あの辺って僕ちょっとね、全体見たことないからわからないんですけど、あの辺はイラスト的なものもいけるんかなという気はするんですよ。で、別に僕否定してるというわけじゃないんですよね。ただその公募とかに出すとなってくると、そういうなんか見方をする先生とかもおられたり、よう考えてみてくださいね。審査員する先生ってそんなに若くない人が多いでしょ20代とかあんまおらんでしょ。30代とかっていうのも少ないと思うし、で若干その辺でやっぱりなんか絵画っていうものとなんかをある程度ですね、分けるというか、ちょっと平面的でなんかキャラクター的でっていう風に捉えたら、先生によってはノーっていう風になってしまうことがあるんちゃうかなと。なんと鋭い質問を最後の最後にしてくるか。そんな風な感じで多分僕はコメントしてるんちゃうかなと思います。すみません。そう、確かに言われてみたらさすが鋭いですね。さすが東京都のあれですね、斉藤匠ですね。さすがですね。ちょっと見えてないか。昨年末に鬼コフェで見ていただいた噴火した火山の絵、地元の公募展に入選できました。イラストだと二課展のデザイン部門、多分そういうことですね。部門がちょっと違ってくるかなと。なんかそういうのに出しますとかってちょっとわかるような気がするんですけど、なんかね、MM さんありがとうございます。なんか別に団体展じゃなくてもイラストの公募展っていっぱいあると思いますんでね。そういうのに出しますってやったら多分そういう風にあれかなとは思いますけど。という感じでございました。殺風景な風景がまさかこんな雰囲気になってこようとはって感じですか。
どうしてもこう拭き取りたいな思ったらぐっと激落ちくんとかで、少し拭き取ったりとか、あんまり取れへんと思います。そんなにこう濃厚に今日やってないので、濃厚マシマシ系ではないので、そんな取れへんかなと思いますけど、ピュッピュッ綺麗ですね、なんかね。小木先生はイラストを否定していないことは理解し僕はもうアニメも漫画も全然否定してないですけどね、いるんですよ。もうなんかこんなサブカルチャーはとかっていう人って世の中いるんですよ。いやいや、どんだけこのねサブカルチャー的なものが日本の経済を実は牽引して支えているかなんて、僕はもうそういうのをね、世界に誇れるこう文化やと僕は思ってるんで、全然否定なんかしてないんですけどね。でもちょっとこうそういう絵画系の展覧会になるとやっぱりそういうことありますっていうお話も兼ねてさせてもらいました。今もほとんどいなくなったんですけど、よくいましたよ。もう本当女性は結婚したらもう絵描かんようになるからとか言って。でも今美大とか目指す8割ぐらい女の子ですもんね。それ言うたらもう学生一瞬で来なくなりますもんね。なんかね、僕らがよう言われました。女性ばっかりでね、なんか活躍してんの私のゼミの女性ばっかりでって、しゃあないやんね。8割から9割女性なんやからね、そうなるでしょ普通って。なんぼそれで喧嘩してきたか。やっぱ女性のが理解力早いからですね、言うたこと飲み込みも早いんですよ。男性はちょっとね遠回りやったりするんですよ。ヤギ来てますと、ブルーが入るのがいい感じですねと。これ多分この分離色のこのブルーなんですね。何グレーかちょっと分かりませんがという感じでございました。ありがとうございました。1時間10分程度でございますけども、面白かったですか？ちょっと最後全体をお見せしようかなと思います。映像構成のカメラ制御のズーム引きにして適用 OK。 今日いっぱい見てくれたですね。嬉しいですね。一番面白いですよもう YouTube 面白い。もうね、4年、もうすぐ4年目に入るのかな。何年やった？ 2020 年から20年から21年、21年から22年、22年から23年、丸4年やったことになるのかゆうさん1時間でこんな素敵な絵が描けるなんてと、ありがとうございました。わかります？もう書き込みっていうのはやってもどんどんいいけど、2つですね。紙と水彩絵の具のこと、それが汚くならないようにするっていうことと、ものの輪郭の見え方っていうのがどうしてもこうくくられたように見えてしまうとちっちゃく見えたりとかするので、平面的に見えたりとかするので、そこのところの意識を持ってすればここから薄く書き込んでいっても全然問題ないと思うんですよ。今日はちょっと昨日へのアンサーでございました。加古さんなんか初めてちゃうの？ジャックさんもありがとうございました。ゆうさんもゆきゆきさんもいとっちゃさんも石澤さん、林さん、ララ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 っていう呼んでないのかな。小松忍さん、奈良岡智子さんのお父さんが資源会にいつもヤギの絵を出す。そうなんや面白い。動いて見えますということでございました。1時間ぐらいでございます。ちびと遊んであげます。終わります。